ムーンと JP はたはたチャンネル。今回はハタハタさんによる平和の顔をしたトランプの植民地主義連載の第2回目、戦後史におけるトランプ政権の位置づけです。今回あなたが共有してくれた資料、これはトランプ前大統領の外交、特にアメリカファーストっていうスローガンですね。これが第二次大戦後の、国際秩序の大きな流れの中で一体どういう意味を持つのか、それを深く読み解こうとしてるんですね。伝統的な同盟関係よりももっとビジネスライクなディール、取引ですね。これを重視する姿勢。それがなぜ生まれて何を物語っているのか、ちょっと一緒に見ていきましょうか。まずですね、面白いなと思うのが、トランプ政権の外交ってちょっと従来の共和党、例えばレーガン政権みたいなタカ派とも違いますよね。むしろ資料で指摘されているように、欧州の、ドイツの AFD とか、ああいう右派ポピュリストを応援してみたり、あとはロシアのプーチン大統領みたいな、その強権的な指導者との個人的な関係をすごくアピールしたり、このあたりどう分析されてますか？そこは非常に重要なポイントだと思います。資料によればですね、アメリカファースト、それと、例えばロシアファーストみたいな考え方、これ政策的に共通点が見られるんじゃないかという分析がされてるんですね。ほう。それはつまり国際的なルールとか、あるいは自由とか人権みたいな、普遍的な価値観ですよね。それよりもまず自国の直接的な国益、そして特には力による現状変更も厭わないと、そういう姿勢を優先する点です。同盟国に対しても単なるパートナーというよりは、なんていうか、安全保障が欲しいならちゃんとコストを払いなさいよと、かなり直接的な要求をするわけですね。なるほど。関係性そのものを理念とか長期的な信頼じゃなくて、短期的な損得感情、つまりディールとして捉えてる。ここが特徴的だと。過去の政権でもね、同盟国への負担増要求っていうのはあったんですけど、その根っこにある関係性の捉え方自体がちょっと違うんじゃないかと強調されてますね。なるほど。関係性のその質が変わったと。じゃあ、なぜこういう外交姿勢がこのタイミングでぐっと前面に出てきたんでしょうか。資料ではその背景を第二次大戦後の歴史から紐解いてますよね。はい。第二次大戦が終わった時、アメリカはもう文字通り経済力も軍事力も圧倒的だったわけです。で、その力を背景に世界秩序の再建を主導したと。IMF とか世界銀行みたいな国際経済システム、それから NATO とか日米安保みたいな軍事同盟、これらは単にアメリカの力を示すだけじゃなくて、かつてのような大国間の露骨な、縄張り争いとかブロック経済化とか、そういう対立、つまり破滅的な戦争を繰り返さないためのいわばルールに基づいた協調体制を目指したものだったんですね。ええ、もちろん冷戦という側面はありましたけど、少なくとも西側同盟の中ではある程度共通の価値と制度で安定を図ろうとしたと。そのアメリカ主導の秩序がでも盤石ではなくなってきたっていうことですね。そうなんです。転換点としてよく挙げられるのがやっぱり1960年代の終わりからのベトナム戦争。あれで国力が消耗してしまった。泥沼化しましたもんね。ええ。それと経済的には1971年のニクソンショックですね。はいはい、ドルと金の。そうです。ドルと金の代換を一方的に停止した。これはアメリカ経済のその絶対的な優位性が揺らぎ始めた、象徴的な出来事でした。その後も国内産業の空洞化とか、あと双子の赤字、貿易赤字と財政赤字ですね。これが慢性化して、アメリカ一国でも世界の警察官とか世界の銀行みたいな役割を全部担うのはちょっと難しくなってきた。ですから実はレーガン政権あたりから同盟国に対して応分の負担をお願いしますよっていういわゆるバードンシェアリング、負担の分担ですね。この声は徐々に強まってはいたんです。なるほど。ということはトランプ政権のアメリカファーストとかディール重視っていうのはその負担要求の流れの延長線上にあるというふうにも見れるんでしょうか。ですね、資料の分析はもうちょっと踏み込んでますね。単なる負担要求の強化というよりは、もっと構造的な変化の表れじゃないかと。構造的な変化。
これをかつてのその帝国主義時代みたいな力による覇権争いに戻っていくんだと見る人もいるんですが、資料はむしろ逆の解釈を示してるんですね。つまり、アメリカがもはや単独で国際秩序を支えきれなくなったことの表れ。いわばアメリカの相対的な影響力低下、言ってしまえば没落の正直な反映なんじゃないかと。没落の表れですか。それはちょっとこれまでの常識とは違う見方ですね。ええ。副大統領候補にもなったJ.D. ワンス氏。彼が、米国が議論の余地なく世界で優位に立つ時代は終わったんだと言ったのは、まさにその認識を象徴してるんですね。はあ、なるほど。だからこそ自国ファーストを叫んで、同盟関係ですら損得感情で図るような、そのディール外交に突き進む。それは、かつてのような絶対的な自信と力で世界をリードするっていう戦略というよりは、むしろ影響力が低下していく中で、どうやってアメリカの国益を最大限確保していくかという、ある種の、現実主義的な、あるいは、苦肉の策とも言えるアプローチなんだと。そういうわけです。なるほど。資料では、トランプ政権の1期目に、韓国がアメリカに対してどういう姿勢を取ったか、その変化なんかも、こういうアメリカの変化に対する同盟国の対応例として少し触れられてましたね。つまり、同盟国側もアメリカに対する期待値とか、関係性の前提をやっぱり見直さざるを得なくなってきてるということでしょうね。なるほど。単にトランプさん個人の質子とかキャラクターの問題として片付けちゃうんじゃなくて、戦後ずっと基盤だったそのアメリカ中心の国際秩序、そのシステム自体がもう大きく揺らいでる、変容しつつあるんだと、そういう証拠なんだと。そういう深い文脈で捉えることができるんじゃないかというのがこの資料の革新的なメッセージですね。これはアメリカが苦労して築き上げてきた同盟とか国際協調っていうその枠組みそのものが歴史的な転換点を迎えているかもしれないということを示唆しています。そして、ここで、あなたに考えていただきたいのはですね、もしこの同盟イコール協調っていう戦後の体制、レジームが本当に終わりに向かってるんだとしたら、日本のような、まさにその体制の中で平和と繁栄をある意味享受してきた国は、これからますます不確実になっていくであろう世界の中で、どういう廃炉を選んでいくべきなのかということなんですね。興味を持たれたら、ぜひ記事の本編にアクセスしてみてください。高評価とチャンネル登録もよろしく。